海道も海外テックのこれまじミントです。一次ソースを実機で確かめる番組みなです。今日は DGX スパーク実機でガチに検証した話です。 Google が GEMMA431B に5つの改善を発表したんだよね。 Google の発表資料によると、通信会社のサポート窓口訳をさせるテストで 62.70% から 72.80% まで 10.10 ポイント伸びています。すごいじゃん。モデルがそれだけ賢くなったってこと？これが5つの改善、そのどれ1つとしてモデルの重みファイルは変わっていませんでした。これマジ？全部見せて。5つの改善って具体的には何がどう良くなったの？ Google の発表資料によると、1つ目は生成の速さを上げるフラッシュアテンション4という仕組み、2つ目がチャットテンプレート、3つ目がツール呼び出しの精度、4つ目が画像の見方の設定、5つ目が答えを最後まで出し切る挙動の改善です。どこも直ってるなら結構手を入れたってことだよね。そこが今日の核心です。この5つどれ1つとしてモデルの重みファイルには触れていません。全部モデルの外側、動かし方や話し方の部分の変更なんです。モデルの中身は同じままで周りの設定だけ5個直したってこと？そうです。今日はその中でもチャットテンプレートとツール呼び出し、この2つに絞って DGX スパーク実機で実際に確かめていきます。さっきの重みが変わってないでどうやって確かめたの？ハギングフェイス上のコミット履歴を見ると、それがそのまま出ています。モデルの実態を保存しているファイル群も、生成の設定を保存しているファイルも2026年4月2日の公開準備コミットから一切触られていません。今回更新されたのは何だったの？2026年7月15日16時42分に更新されたのは README と神社で書かれたチャットテンプレートファイルの2つです。ただ実際の動きに関わる変更はテンプレートファイルの方だけです。神社って何のファイル？会話を AI に渡す直前に決まった書式に組み立てるための設計図です。中身を見るとファイルの先頭に修正内容が書いてありました。する呼び出しのループ、会話の区切り、思考内容の並び順を直したと。つまり Google は何を直したかちゃんと書いてるってことか。修正内容まで公開しているんだね。書いてあります。 README にも記載があります。今日はこのテンプレートファイルが何をしているのか実際に動かして確かめていきます。そもそもチャットテンプレートって何をしてるものなの？中学生にもわかるように言うと台本係です。役者にあたるのがモデル本体。役者は台本係がここまでの会話を一本の台本に清書したものを受け取ってそれを演じます。会話の履歴を一本のテキストにまとめるかってこと？そうです。実際のやり取りは誰が何を言ったかがバラバラに記録されたリストの形をしています。ユーザーの発言、 AI の返事、ツールを読んだ記録、ツールから返ってきた結果、それぞれ別の部品です。それを1個のテキストにまとめないとモデルは読めないの？モデル自体は1本の連続したテキストしか受け取れません。だからバラバラな部品を誰の発言かどこで区切るかまで含めて正しく1本につなげる作業が必要になります。それが今回のチャットテンプレートファイルの仕事です。台本係の清書が雑だったら役者がうまくセリフを言えなくなるってことか。その通りです。役者自体、つまりモデルの実力は同じでも渡される台本が壊れていたらまともに演技できません。次の章で実際にその台本係が壊れている場面を見せます。台本係が壊れてるって実際に DGX スパーク実機で確かめたの？確かめました。 DGX スパーク実機でハギングフェイスのトランスフォーマーズというライブラリを使って壊れ方と直り方に絞って作った28通りの会話を更新前のテンプレートと更新後のテンプレートの両方で組み立ててみました。これは Google のベンチマークとは別の私たちの自作テストです。結果は？今回用意した16通り AI がツールを呼んでその結果が返ってきたところまでを含む会話は更新前のテンプレートでは台本を組み立てようとした瞬間に止まりました。16通り全部でエラーです。16通り全部エラーってこと？そうです。ただし1回きりのツール呼び出しで会話が終わる往復のない12通りは更新前のテンプレートでも問題なく組み立てられました。何がそんなに違うの？往復があるかないかだけで。そこが原因でした。ツールの返事にはどのツール呼び出しへの返事かを示す名札のようなものが必要です。更新前のテンプレートはその名札を探す内部の仕組みが空のまま残っていて空の状態で他の文字列とつなげようとしそこで処理が止まっていたんです。つまりモデルが考え始める前の台本を組み立てる段階で止まっていました。名札を書き込むはずの欄が空欄のまま出されちゃったってことか。近いです。
台本係が名札を書き忘れたままセリフをつなげようとして詰まったというイメージです。1回きりのやり取りならその名札を使わないので問題は出ませんが、往復のあるやり取りでは必ず使う部分なので、今回用意したケースでは毎回詰まっていました。更新後のテンプレートはちゃんと直ってたの？直っていました。同じ28通りの会話が更新後のテンプレートでは全部きちんと組み立てられました。中身も見ていきます。まず往復のない12通りの単発ツール呼び出しは更新前と更新後で出力がバイト単位で完全に同じでした。それって何も変わってないってこと？1回きりのやり取りに関しては何も変わっていません。 Google の発表資料によると、単発でツールを1回呼ぶだけのテストは 74.20% からプラス 0.40 ポイントしか動いていません。測定方法は別ですが、単発では大きく動かないという傾向は私たちの12ケースの結果とも近い方向でした。じゃあ往復のあるやつは8通りは履歴に塗るという値なしを表す引数を含む会話でした。更新後のテンプレートでは8問とも正解で、モデル自身も正しく塗るを出力していました。もう8通りは思考の途中経過を保持したままツールを2段階呼ぶ会話でしたが、こちらも8問とも正解でした。2段階目の計算に前の結果を正しく引き継ぐところまでちゃんと動いていました。更新前はその16通りそもそも動かせなかったんだもんね。動かせませんでした。往復のあるテストは更新前のテンプレートでは組み立ての時点で止まるので、正解不正解を測る前の段階で止まっていた状態でした。ベンチマークの数字だけ見て納得するのやめようって思った人はチャンネル登録しておいてほしいのだ。毎回公表された数字の中身を DGX スパーク実機で確かめる番組です。次に検証してほしいモデルやアップデートがあればコメントで教えてください。 Google の発表資料だと単発はプラス 0.4 ポイントしか動かなかったのに、通信会社の窓口役だけプラス 10.10 ポイントも伸びたのは何が違うの？通信会社のサポート窓口役をさせるテストは何度もツールを呼び返す往復の多いやり取りが中心です。まさに私たちが実機で不具合を確認した種類の会話です。つまり往復が多いテストほどテンプレートの修正がそのまま効くってこと？そうです。小売店や航空会社の窓口役をさせるテストも Google の発表資料によるとそれぞれプラス 3.10 ポイントとプラス 2.00 ポイントでした。往復が多いテストほど伸び幅も大きいという傾向は見えますが、 Google の内部の評価方法までは公開されていないのでこれだけで断定はできません。モデル自体は同じなのに渡す台本の書式だけでテストの点数がこんなに変わるんだね。そこが今日一番伝えたいところです。 AI の実力はモデルの重みだけでなく会話をどう組み立てて渡すかというハーネスの部分にも大きく左右されます。ベンチマークが伸びてもモデル自体が賢くなったとは限りません。今回みたいな話他のモデルにも通じる話？周りの状況を見てもそう言えます。 VLLM という実行環境の公式レシピではツール利用向けに専用のテンプレートが指定されています。コミュニティにも修正版のテンプレートを配るリポジトリがありました。そういえば DGX スパーク実機でベンダーが公表してる数字を測定条件まで確認して実測した回前にもあったよね。あの回もリンク出しておくので気になる人は見てみてください。今日の話言い切れないところもあるんだよね。あります。 Google の発表資料の数字は Google 自身が測った数字です。旧テンプレートをどうやって測ったのかまでは公開されていません。私たちが確認できたのはハギングフェイスのトランスフォーマーズというライブラリ経由での組み立てがクラッシュすることまでで Google の内部の評価の仕組みが同じ経路かどうかは分かりません。さっきの5つの改善のうち1つ目のクラッシュアテンション4は今日測ってないの？測っていません。 Google の発表資料によるとホッパーという世代の GPU で最初の処理の速さが最大 25% から 70% 上がり、最初の1文字が出るまでの時間は 31% 短くなったとのことです。ただ DGX スパーク実機はブラックウェルという別の世代の GPU なのでこの数字は Google 発表の数字として紹介するだけにとどめます。うちで測った28通りもそのまま Google のテストと測定内容はどう違うの？測定内容が違います。あれは私たちが作った28通りの自前ミニテストで目的は壊れ方と直り方の確認です。 Google の発表資料にあるプラス 10.10 ポイントという数字そのものは今回再現していません。乗車がやることは何かある？ジェマ4をオラマや LM スタジオ経由の量子化モデルで使っている人は配布元が更新版のチャットテンプレートを反映しているか確認してみてください。過去にも配布元への反映要請があった経緯があるので今回の修正についても状況を確認してみると安心です。ベンチマークの数字はモデルとその周りのハーネス
両方見て初めて意味がわかるってことだね。公表されているベンチマーク数値、気になるものがあったらコメントで教えて。次の実測見逃さないでね。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。みなとミントでした。バイバイ。